写真をね、どんどんこう出していただいてたんですけども、ちょっと、想像以上の、写真が立て続けにこうね、あったので、で、それでもかなり怖かったんです。で、実はあと2枚残ってるんですが、その2枚というのが今までの写真を超えてくる写真ということで、もうここは、もう閲覧注意ということで、見たい方だけ見ていただきたいということで、今日日曜日特別に配信させていただきます。一応ですね、情報としましては、一つは、局に持って行ったら、もうそれは怖すぎるからダメだよ。さすがにやめろよっていう風に、局から NG を出された心霊写真。そしてもう一つは、見る分にはいいんですよ。ただそれを紹介してしまうと、この石本さん自身が良くないってことで、もう今回を機に封印するっていう、もう最後に出すという写真になっております。もし勇気がある方いらっしゃったらですね、その方だけここからは見ていただきたいと思います。これぐらい言ったらいいでしょうかね。はい。僕もちょっと心の準備できてないんですけど、もういろんな話を聞いてきた、このスタッフ陣が全員引いてますから。そうですね。いや、結構僕自身も、やっぱり喋りながらちょっとゾワゾワしながら。だって今から出す写真に関してはもうずっと言ってますもんね。出したくない。俺も見たくないって。そうですね。見たくはないし、まあなんかまあもちろんちゃんとこの後話しますけど、話した後に、ちゃんともう、ありがとうございましたって、誠意だけ。そうですね。本当に茶化したりとかじゃなくて、そうです。すいません、紹介させていただきました。ありがとうございましたっていうふうに、もう毎回するって写真ってことですよね。はい。ちなみに、ご自身の写真なんですか？これは、ニコニコ生放送でやってた時に、芸人の先輩の、タイムボムの高桑さんっていう方のご友人から、もうぜひ見てほしいっていう。これが本当に嫌だから、怖くて鑑定してほしいっていうのを、その配信がやって、その番組やってる時に来た写真で、はい、僕の中では、ダントツでこれが一番。もう、見たくもない。見た瞬間に全員がもう、うわってなってしまっても。で、先生、鑑定士の方も、これは本当にダメかもしれない。ちゃんともう、そういうおふざけ一切なしで、ちゃんと見ましょう。ちゃんとしてくださいって。そういうこと言われてしまったレベルだったんで、今までお見せした写真よりも、ちょっときついものになってしまう。わかりました。じゃあお願いします。失礼します。お階段巡りの視聴者さん的には大丈夫なんだよね。大丈夫です。結局出す人が一番ダメっていう。見る分には問題ない。そうなんだ。そういう写真って、出す方が危険を冒してこう出してくれるってことなんですね。見る人は結局、見てるだけなんです。大多数の人は。大丈夫、石本さん。まあ、大丈夫です。本当に何かあったら言ってください。ごめんなさい、本当にちょっとごめんなさい。なかったら、はい。はい。まあ多分大丈夫です。僕もおふざけでお見せするわけです。はい、はい。しっかりと見させていただきます。お願いします。まず、この写真は、車の中で撮られたっていうものを前提でちゃんと見てほしいです。車の中の写真っていうことを皆さんちょっと認識してほしい。わかりました。はい。ドライブ中かな？これ、まず、なんか、これは、何なんかもう、悲鳴上がってるんですけど。ごめんなさい。僕今パッと見ですけど、確かに車内なんだな。で、ピースしてる方がいる、左側になんかオーブのようなものがポン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 ってこう、映り込んでるのかなっていう写真に見えますけど。まあそこもですけど、でも、完全にもう一人いませんか？まずそこです。ちょっと写真見させていただいてもいいですか？ちょっとこれをご自身でちゃんといますので、いらっしゃるので、それは。ちょっと上ですかね。男性の上、注目してほしいです。ピースしてる男性の上。上？白い、結構肌の白い女性、髪の長い女性が、ちゃんと、写真を撮ってる側を睨みつけてます。ここそうです、そうです。ちょっと睨まれてますね。これ、車の外から中見てるのか、
車内が鏡のようにこう映り込んでるのか。いや、外というか、こっち側、完全にこっち側、写真撮ってる側の人を睨みつけてる姿ですね。で、まあその人を踏まえた上で、車の中になんでそれが映ってんだろうっていう。赤いオーブのようなこう。あ、オーブの上ですね。この女性、右ですね。もうちょっと右見てもらうと、本来部屋の中にしかないものがはっきり映ってるんですけど。エアコンが映ってないですか？反転した。これこれそれ、はい。これ何これだって、そうか、確かにこれ。エアコンなんですよ。ほんとにエアコン映ってる。で、なぜか車の中で、右側だけが黒く包まれてます。はい。フラッシュで左は反射でちゃんと車が映ってるんですけど、右が完全に別の空間が映っちゃってるんですよ。そうだね。はい、そうですね。はい。で、これが、やっぱり撮った人、心霊スポットに行く道中だったと思うんですけど、で、写った写真で、気持ち悪くて、鑑定に出してほしいって言われて、もらった、もう4、5年前にもらった写真なんですけど、それが、何を表しているかと言いますと、まず、ね、女性の恨めしそうな顔から見てほしいんですけど、はい。その女性が死ぬ寸前の光景が念写で映っちゃってるみたいで。どういうことですか？その女性の住んでた部屋らしいんですよ。そのエアコンが映ってる右側の部屋は。はい。そこがはっきり映ってしまって、車の中なのに。すいません。撮影主の方だったと思うんですけど、その心霊スポットにいるっていうことではなく、ずっとついてきてしまっている。私を見つけてって。私が、私は死んだのを、多分どこか死んだんだよってことをどこからかついてきてしまってて、ずっと気づかないから、それこそ最終的に、何でもない車の中の写真なのに、自分の住んでた部屋ごと念で写し込んで、自分自身も睨みつけてる。だからここまではっきり、ちゃんと女性の顔が映ってたと思うんですけど、はい。映ること稀で、かつ、念が強すぎると、これは。その怨念。その女性っていうのは、自宅なんですか？そのエアコンがある部屋で亡くなられたと。そうです。まあ自分の部屋。だからこんな車の中なのに、全く心当たりがない部屋の写真が写ってる。そして真ん中に、ちゃんと顔立ちがはっきりした。ここまではっきり映るってことは、それだけもう、強いってことですか？強い。確かに、ごめんなさいね。心霊写真っていうとね、まあもちろん顔が映っていて怖いんですけど、こういう風に人の顔とか手とかが映ると思ってたんですけど、エアコンが映り込むっていう、そこにあるはずのないものが映り込む。それって一見怖くないけど、よく考えたら、すごいおかしなことですもんね。はい。絶対に映ることのないものが、ここまではっきり映るのはもう珍しいっていう。なんかちょっとエアコンっぽい影が映るなみたいなこととか、人っぽい顔が映るなとかなともかく、こんなに誰が見てもエアコンだ。誰が見ても人の顔だっていう、わかるまで映せる。それがもう、これはもう本当結構強烈で本当に怖い写真っていう。すごい。いや、ちょっと、エアコンが映り込んでるっていう、ね、そういう意味があってっていう、はい、めちゃめちゃはっきり映ってますもんね。はい。はあ、そういうパターンもあるんだ。はい。で、やっぱりその光の赤いオーブみたいなやつも、そうですね。そういうことなんですね。はい。こっちは全部もう霊体、もう霊の世界というか、その霊側の念。で、こっち側が現実。この狭間にいる。これ、皆さん大丈夫だったんですか、その後。一応、何の問題もなかったみたいですけど、ただ、ここまではっきり映られたら、ちょっともう対処しない。もう、お祓いには行ったとは聞いたんですよ。ああ、そうでよかったですね。はい。これが僕の中で一番もう、怖いなという写真で。で、もう一枚が、いよいよですね。
今日ここで最後ね、公開してはい封印するという多分写真。写真のインパクト的には今の写真よりはもしかしたら弱いかもしれないんですけど、ただその鑑定された結果がちょっと一番よろしくない写真だよっていう。だからこの写真はまあ本当に、なるべくそういうふうに心理写真持ってるんですよみたいなことはやめなさいと。まあ、皆さん何度も言いますけども、見る分には大丈夫なんですね。はい。僕もそういうおふざけで見せてるわけじゃないので、はいちゃんともうこういう機会なのでちょっとよかったら見てくださいということなので、本当にありがとうございまちょっとす。誠意を持って見させて。はい。なんかわかんない。耳ツーンとしてきてんだけど。これはあとさっきからさ、はい女性スタッフの一人の方がさ、左の肩がめちゃくちゃ痛いんですってずっと腕を押さえてんのよ。まあ、そうですね。僕自体は霊感というものはないんですけど、でも多分、絶対そういうことがあるんじゃないかなと。じゃあ、お願いします。この写真なんですけれども、これはもう、浅井企画の、自分の女性のタレントの先輩で、畑めぐみさんっていう人が、はい。その鑑定士さんの方に向けて、見てくれって言われて、まあ、第三者、畑めぐみさんのご友人からもらった写真なんですけど、ぜひ見てほしい。はい。そういうものなんですけど。なんかご家族ね、小さな女の子が前に、ちょっと待って一番前で、なんかピースしてるのかなっていう女の子の、なんか手がおかしいよね。はい。何本指あんのゴゴゴゴゴゴゴってすごいたくさんなんか、ピースしてる上からさらになんか大人のなんかこう、腕がこうやってこう掴んでるようにも見えるし。で、まあ、ちゃんと見てもらったらわかるんですけど、まあ、この写真には女性、男性、この子供一人で、ここに写るような人が、ちゃんと写ってない、いないんですね、やっぱり。はいはいはい。で、疑われる人もいると思うんですけど、ここの人は浴衣、この女性が一人、で、男性一人で、何も写ってないけど、はいここだけ大きな人の手が覆いかぶさってるんです。なんか女の子の小さな手の上に、大人のなんか大きな手がぐっとこう掴んでるように見えますよね。はい。結構大きな手ですよね。この写真が、もう、いわゆる、結構強烈な怨念を感じる写真。あまり本当に、ちゃんと説明しますと、なんか大丈夫ですか？急にちょっとなんか。大丈夫です。大丈夫？はい。怨霊って言い方はもう本当に霊に失礼かと思うんですけど、もう恨みしか感じないと。本来、これは鑑定の結果を聞いたときに納得したんですけど、例えば写真の霊だとして自分たちが写り込むときに、手が写るとしても、もうちょっと、ピースじゃないですけど、優しさを感じると思うんですよ。ちょっと手が出てたぐらいとか、ちょっと覗いてるぐらいで、なんかちょっと脅かしに来てるなっていう感覚があると思うんですけど、このちっちゃい子の手を思いっきりグッて掴もうとしてるんですね。はい。それが良くないって言ってて。確かに、ちょっとこう肩に手がとかっていうあるけど、はいなんかふわっと映ってる感じするけど、なんかグーっていうなんか力感を感じますよね。これはもう、明らかに人の力というか、もうこっちの線引き込みたい。無理やりガッていって引きずり込むような、もうその一シーンが映っちゃってるっていう。だから、手の写り方で判断した方がいいっていう話も聞いたんですけど、もうまさにこのちっちゃい子の手を、この女の子ちっちゃい、か弱い女の子のここまでガッて抑え込もうとしてる。こんなにはっきり、その手がちゃんとくっきり映るじゃないですか。ぼやじゃなくて5本指ガッと。そういう風な写真を見つけた。っていうか、こういう写真があること自体がもう良くないって。もうこの写真自体があまりよろしくないって。それが持ってることじゃ良くない。で、念が見てるというか、この写真自体に詰まってるので、この写真を持ってると本当にいいことないよと。不幸になるとは言われてないですけど、この鑑定した人もちゃんとその後日お祓いに行ったみたいなんですけど、結局その写真を鑑定しても、この写メが残っちゃってる。そう。
だからさっきはちょっと、なんか急にどうしたの？いや、ごめんなさい、わかんなくて。なんか、急になんかこう、中からなんか、うんって出てきちゃってるの、こらえてるような。なんか、急に喋りづらくなっちゃったんですけど、急に。だから、この写真はさっきの写真よりも、ハードルというか、良くないって言われました。もったいない。今大丈夫？体調？なんか急に話しづらくなったってこと？いや、なんか言葉が急に出ないとか、詰まる。本当によくわかんないですけど。ちょっとなんか吐きそうじゃないけど、なんか目も涙目になってきてるし。そうですね。まあ、そうですね。本当にこの写真は、心霊写真っていうよりは、ちょっと怨念の要素が強いから良くないよっていうものですね。だからまあこれを写真を今までオーディションとかでも、まあ鑑定してくれた霊媒師の方も、この写真はもう基本的に石本くんがオーディションに持っていくとかはもう基本的にはもう絶対しない。持っててもいいけど、ちゃんと誠意を持って出すとしても、まあ、もう本当にこういう機会、自分の中でもう出すべき時っていうか、ちゃんとお世話になっている人とかからいただいたお仕事とか、そういう自分の中でちゃんと何かお見せしたいっていう、そういう時のだけちゃんと見せる。ただ、基本的には絶対ダメ。なのでまあ、さっきの顔が写ってる写真よりも、欲しいっていうか、レベルが高いっていうものですね。ただ見てる分には皆さん本当問題ない。確かに説明を聞くと、今まで見てきたその手の写真と、もうやっぱりこう、力強さっていうか、違うんですよね。はい。本当にこの小さな女の子ですかね。この子、その子無事だったの？もう全然大丈夫。ああ、よかった。それだけね、はい。本当に引きずり込まれてしまってたらね、もう取り返しつかないですよ。はい。だからまあ、今日お見せしましたけど、まあ、この写真写っている人も誰も不幸にはなってないので、そこは安心してもらいたい。なんかわかんない。なんか気圧のなんか高いところに行ったのかみたいな感じで、もう結構前からずっと耳鳴りはしてないけど、なんかすごい聞こえづらいんですけど、なんか音が。で、僕もやっぱりちょっと明らかにおかしくなってますよね。やっぱ話して気持ち悪くなってきたんで。なんか出ちゃいそうな感じ。だからやっぱりこの写真を見せること自体は、よく、やっぱりちょっと何かあるのかもしれないなと思います。だからまあ、本当にこれ以降はもう、ちゃんと削除というか、ちゃんと削除して、消して、まあもうお見せしない。で、どんなテレビでもやらない。持っていかないようにはちゃんとしようと思ってます。いや、本当このチャンネルをね、まあやらせていただいている身としては、そんな、ある意味こう身を削って、ここをね、その写真を出す場に選んでくれて、本当にありがとうございます。っていう気持ちなんですけども、なんかちょっと気をつけてくださいね。なんかあったりとかしたら僕も知り合いいるので。はい。ぜひ、お願いします。はい。ただ、僕自身も誠意を持って今日お話しさせていただいたので、分かってくださるかなと思っています。やっぱり長くチャンネルやってるといろんなことありますね。本当ですか？一番今、静かです。誰ももうなんかもう息すらできないぐらいもうシーンとしちゃって。これリアルな話ですからね。いや、本当にこれこそテレビでできない YouTube ならではってことなんでしょうけど。だからもう皆さんに言いたいのは、僕もそのニコ生を、いろんな理由があってやめたんですけど、やっぱり心霊スポット行くとか、心霊写真を撮りたいって言って撮りに行く人とかいると思うんですけど、本当できるなら自分の命とか自分の身のために、そういうのは基本絶対しない方がいいかなと思います。じゃ今日はね、そういうメッセージを伝えに、真摯に、ね、そのメッセージのために来てくれたことなんですね。はい。はきっぱりやめましたんで、もう。そうなんだ。そういう、